全世界の皆さん、こんばんは。タナです。本日はキャンプ歴1年のタナがこれまでたくさん買ってきた中でランキング形式で10個のアイテムをご紹介いたします。キャンプ道具はこれまでは結構いろいろ買ってきて、その中で今主に現役で残っているものがランキングの10個に登場するんですけれども、そちらを一つずつなぜいいと思ったのかというところを具体的に紹介できればと思います。それではランキングスタート。第10位、岩手切り炭ですね。こちらは僕が結構直火が好きでキャンプ料理もよくするんですけれども、どこでも薪が拾えるというわけではなくて購入したりすることもあると思うんですけれども、この切り炭が何がいいかというと、まず1つ目のポイントとしては音がすごくいいです。火をつけて数十分間はパチパチパチっていう高いなんですかね、炭特有の音が鳴って、ちょっと今流れてると思うんですけれども、この音が非常に癒される、癒されてキャンプに来て火を見ていると非常に落ち着くので、これは買ってよかったなと思って今でも車に積みっぱなしにしていつでも使えるようにしています。もちろん切ってきた薪とかもすごい好きなんで、パチ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 ね言うんで、ああいうのもいいんですけれども、状況によって、料理のしやすさとかを考えて使い分けています。はい、ということで、10位は、岩手切り炭でした。続きまして第9位、トランギアのケトルですね。僕が使っているのは 0.6 リットルの1人から2人用のケトルなんですけれども、アルミ製のケトルで非常に軽い、すごく軽いですね。で、直火にそのまま突っ込んで置いたりすることもできて、僕が初めて買ったケトルなんですよね、実は。で、いろいろと他のブランドからも出てるんですけれども、写真とか見たり実際お店に行ってみて、一目惚れしたというかで買いました。で、実際僕使っていて持って帰ってきてもそんなにゴシゴシ洗わないようにわざとしていて、なんていうんですかね、すすがちょっと残った状態とか黒い感じの方が雰囲気が出るんで、育ててるっていうような意味合いで、今も使っています。で、これで入れるコーヒーがすごく、美味しいので、トランギアのケトルは第9位に、ランクインしました。ただちょっとね、口がそんなに細くないんで、アウトドア用なんで仕方ないと思うんですけれども、コーヒーを継ぐときは少しだけジョボジョボって出ちゃうんで、気になるかなっていうぐらいですね。はい、ということで第9位がトランギアのケトルでした。第8位、ファイヤースターター。このファイヤースターターは特に、何かたくさん調べて買ったというわけではなく、Amazon で、上の方に出てきてたんで、買ったものなんですけれども、これまで、何ですかね、ライターとか、そういったので火をつけていたんですけど、やっぱりちょっと海外のブッシュクラフトの動画とかを見てて、みんなファイヤースターターとかで、気軽にパッと、すぐつけてるのを見て、これは僕もしてみたいと思って、買ったのがきっかけです。で、実際に使ってみて、最初はちょっと使うのに戸惑ったんですけれども、慣れれば全然もうその辺にあるなんですかね、枯れ草とかそういうのでも火がつけられるんで、非常に何ですかね、言ってみれば越に浸れるとかいうような感じで、ファイヤースターターは僕は非常に気に入っているアイテムです。そういうことで第8位にファイヤースターターをランキングいたしました。それでは第7位、DD ハンモックと DD タープ。僕は4メートル四方なんですけれども、こちらのタープとハンモックに関してはベアーズ島田キャンプさんの取材に行かせていただいた時に使われていて、すごくいいなと思って購入したのがきっかけですね。で、これまではなんですかね、ハンモックは腰が痛くなるんじゃないかとか、そういった恐れがあったんですけど、
ベアーズ島田キャンプさんが、実際にこうちょっと横になってくださいっていう風に言っていただいて、全然こうなんかこんな感じだといけそうだなと思って実際に買ってみました。でタープに関しては3メートル四方か4メートル四方ちょっと迷ったんですけれども、いろいろこう口コミとか動画を見てると、4×4 あった方が使い勝手がなんか良さそうだなと思って、買いました。こちらはね、先日行った道志の森のキャンプ場で使って、その後も何度か使ったんですけれども、非常に気に入っています。地べたにね、設営しなくていい分、木が2本あれば基本的には長さが届けばどこでも貼れるんで、非常に、設営も簡易ですし、気に入っています。そういうことで第7位が DD ハンモックと、タープでした。はい、それでは第6位、ウールブランケット。こちらなんですけれども、今まではヘリノックスの椅子とかで外でキャンプの時は座って、その前にこう、ピコグリルを置いて焚き火をしたり、直火したりしてたんですけど、やっぱね、なんかこうどんどんこう野生的な、もう自然のありのまんまで行きたいと思うと、やっぱこう地べたに座るっていうのがすごく一番僕は今しっくりきてます。それこそそれであればこうブランケットなしでいいじゃないかっていう意見もあるかもしれないんですけれども、ウールブランケットは、海外のこうブッシュクラフトの動画とかでも結構使ってる方がいて、なんかこう見ていていいなと思って購入したのがきっかけです。こちらは下に直接置くとやっぱりこう、ブランケットなんでちょっと水分をこう吸っちゃうんですよね。で朝とかそのまま置いてると、ちょっとこう湿ったりすることがありますし、水がちょっと残ってるところだと使えないので、この下にグランドシートとかをたまに引いて使うこともあります。ただ基本的にはそのまま地べたに置いて使って、その上に何ですかね、こうあぐらかいて座るとかっていうパターンが最近は多いです。すごくね、靴とかも、僕はもういちいちこう脱いだりせず、全然汚れてももうそんな気にしないで、そういう使い方をしようっていう風にやってるので、ウールブランケットは、僕のキャンプスタイルには、欠かせないものというかという風に、なっているので、第6位に入れました。でこれがあると随分雰囲気が変わるんじゃないかと思っています。それでは第5位、ハリオのネルドリップのセットですね。こちらは何なのかというと、僕がめちゃくちゃコーヒーが好きです。家でも毎日自分でこうひいたのを、入れてますし、注文する豆を買うところもすごくこだわりのある、店主がやられてるところからずっと買ってます。お日様堂というところなんですけれども、那須塩原にある。でそれを入れる時に、今までこうユニフレームのバネットとかを使ってたんですけど、やっぱりねこうちょっとなんかこう違うなっていうふうに思ってて、自宅でもフィルターを使ってたんですけど、ちょっとこうテレビでいろいろ見たりこう調べてると、こうネルドリップっていいぞというのを見まして、実際に買いました。やっぱねこれ本当に皆さんそんなにこう高い投資ではないんで、すごくおすすめです。何がいいかというと、やっぱコーヒーの味が余計な、なんですかね、全てこうフィルターって基本的に結構油分とか吸ってそのまま油分がフィルターに残るんですけど、ネルドリップはこう布で何度もこう洗って使えるものなんで、比較的コーヒーの味がそのまま下にストンと落ちるんですよね。そういうのをいろいろこう飲み比べてもらえれば分かると思うんですけれども、結構こう味にこう深みが出るというか、僕は結構コーヒーの香りとか味にはこだわりたい、濃いのが好きなんですけど、なのでネルドリップは、買ってよかったものの中で、中盤に入るかなと思ってランキングしました。で持ち運ぶときは一度使ったらこうなんですか、水につけっぱなしにしておかなくちゃいけないので、キャンプに持っていくときはもうジップロックに、ちょっとだけ水を入れて、その中にフィルターをそのまま入れて持ってきて使ってます。最近は2回連続で忘れました。はい、それでは第4位、ピコグリルですね。
これはねもうほとんどの方がご存知なんじゃないかなと思うんですけれども、非常に軽い A4 サイズぐらいにまとまる焚き火台ですね。おそらくピコグリルを大々的に広めたのがひろしキャンプのひろしさんじゃないかなと思うんですけれども、僕はそれで知ったんですけど、すごく本当に薄くて、ピコグリル398という名前なんですけれども 398g に収まるんですよね。バックパックに入れて、パソコンとかねこう持ち歩いてる人もあれよりもはるかに薄いんですごくいいです。軽くて、丈夫というか結構で上にも重たいもの乗せられて、僕はこう外のステンレス製のダッチオーブンを使っているんですけど、それも結構パンパンに具材を入れて煮込んでる時とかでも全然普通に上に乗せることが、できます。焚き火も夜はできますし、料理もその上になんですかピンみたいなのがあるんでそこに乗せてやったりすることもできるんで、非常に軽くてどこでも、持ち運び性があって、デザイン、使い勝手もいいのでピコグリルはかなりおすすめですね。最近はどうなんですかね。僕買った時ちょっとだけこうプレミアがついてて定価よりちょっと高かったんですけど、メルカリとか、中古ショップとか、ヤフオクとか、そういうところで売ってるんですかね。ちょっと最近見てないんですけれども、いずれにせよソロキャンプの方は、ピコグリルは結構いいんじゃないかなと思いました。ちょっと今僕のスタイルだと、もう少し小さくてもいいのかなっていうぐらいな、感覚はあります。キャンプ歴1年の僕が今まで買った全てのものの中から、10個のアイテムをランキング形式で発表しています。で10から4位まで発表しました。もう一度ちょっと振り返ってみましょう。10位が、岩手キリスミ、9位がトランギアのケトル、8位がファイヤースターター、7位が DD ハンモック、DD タープですね、6位がウールブランケット、5位がハリオのネルドリップのセット、4位がピコグリル398です。それでは3位から1位の発表に行きます。第3位、かりんのマグからの小桜のマグカップですね。こちらが一般的にAmazon とかそういったところで販売されているものでないので、ちょっとご紹介をどこまでするか迷ったんですけれども、僕はもう本当にこの作家の方が大好きで、もう一目惚れして、購入をしています。で今まで買ったのがかりんの木から作ったマグカップですね。結構この動画を見ていただければ分かるんですけど赤いですよね。これ実際すごく赤いです。これは特に着色を使っているのなどではなく、元々の素材の中で比較的赤いものから作ってもらったというものですね。で実はこの間陣馬型キャンプ場でキャンプを帰ってきた時に割れているのに気づいて、おそらく自分で動画を見返したらコーヒーを入れた時に、寒暖の差というかそれでひびが入っちゃったそうですね。でそれがちょっと残念だなと思って、その後、同じ作家さんから、小桜のマグカップを購入いたしました。でこちらの、古い桜の木から、作っているもので、もう残りの材料がないって言われてたんですけれども、結構いい雰囲気ですよね。これも動画見ていただければ分かるんですけど、今までのかりんのマグとは全然違う。かりんのマグよりちょっと少し軽いような気がしますね。軽い、で見た目ももう少しなんですかね、ウッドな優しい感じになって、これはこれですごく気に入っています。この間も家でコーヒー飲んだりするときに、ちょいちょい使うんですけど、このマグがあるだけで本当に雰囲気が出るというか、なので非常に気に入っております。欠かせない、キャンプに行くときには絶対に欠かしたくない、アイテムです。なので3位にしました。はい、それではあと2つですね。第2位、フェアハンドのオイルランタンです。これはね、タナチャンネルをご覧いただいている皆さんであればそうだろうなっていうふうに
言っていただけると思うんですけれども、めちゃくちゃオイルランタン好きなんですよね。今までガスランタン、ガソリンランタン、あとはなんだ、オイルランタン、あとろうそくの普通のランタンとかもいくつかいろいろ使ったんですけど、やっぱりねこのフェアハンドのオイルランタンが一番気に入ってますね。でオイルランタンもちょっと実は他のブランドも使ったことあるんですけど、なんかあんまりこうね高いからいいっていうことでも全然なくて、なんかこのオイルランタン、フェアハンドのオイルランタンは、しかもこれ中古でいくらぐらいだったかな、多分2000円とか1500円とかそれぐらいで、正直ね汚い状態のから買ったんですけど、それでもなお全然現役で使えますし、雰囲気も良くて、むしろなんか汚れてるからいいというかいうような、ぐらい思ってます。替えの火が出るところの芯とかは変えたりしてるんですけれども、非常に雰囲気が出るので、夜焚き火の横にこのランタンを置いて一人で地べたにウールブランケットを引いて座って、それをひたすら、岩手の霧澄みの音を聞きながら眺めているというような、ことをしてたりします。本当にランタンはねやっぱり灯火は、火と同じで非常に落ち着くというか、であんまり明るくないんで大勢で行くときはちょっとねガスランタンとかそういうのがいいんじゃないかなっていう気もしたりもするんですけれども、僕は基本的に、人と行くのがすごく苦手で一人で行きたい人なんですよね。なので、オイルランタンこれを眺めながら、行ってます。むしろね昼間とかでもたまにつけたりすることありますね。3時4時ぐらいだったら全然つけちゃいますね。それぐらい大好きです。はい、ということで第2位がフェアハンドのオイルランタンでした。はい、それでは第1位、モンベルのダウンハガーです。寝袋ですね。これはもう一生使いたいレベルに気に入ってます。今まで寝袋は、友達から借りたものとかを含めてなんか 6個ぐらいいろいろ使ったことはあるんですよね。もうちょっとあるか、昔から入れると。ただやっぱりね僕が比較的睡眠にはこだわりたいタイプで、窮屈なのが嫌なんですよね。で、窮屈なのが嫌っていう時にいろいろネットで調べてたら、写真でめっちゃストレッチしてるんですよね。足が寝袋の中であぐらかけてるみたいな。それでいろいろ調べてみるとスパイラルストレッチ、ちょっと今パッと出てこないんですけど、そういう120-30% ぐらいの伸縮性のある寝袋がモンベルから発売されていて、これは買わないかんと思ってすぐに買いました。買ったんじゃないと、これもらったんですよね、僕先輩に。その人が、ちょうど使わないっていうんで、そのモンベルのダウンハガーのしかも EXP っていう、南極観測隊の人たちが使ってるレベルと、同等のものを、譲ってもらったんですよ、中古で。それを一度クリーニングをして使ってます。で、特に僕冬の時期に思いっきしメインで始めたので、この EXP はマイナス確か20度ぐらいまでいけるやつなんですよね。でかなりスペックも高いものなんで、今まで夜寝てて、寒いって思ったことがほぼないというか、なのでこれは冬の時期に始めてモンベルの EXP を使うようになって、寝てる時も足動かせますし、下手したら全然寝返りもしやすいというかいうような寝袋なので非常におすすめです。ただ1点やはり難点があって、やっぱ大きいんですよね。で、EXP だから大きいっていうのもあるんですけれども、例えば僕その前に使ってたのはナンガのオーロラ DX の確か450とかを使ってたんですけれども、これはもうすごく非常に優れているんですけれども、僕にとってはちょっと窮屈でした。足とかがね動かしにくいんで。ただコンパクト性がとてもすごくて、もうペットボトル1個分ぐらいになるんですよ。そうなるとやっぱり僕車で行くんでそんなに寝袋の大きさとか気にしないんですけれども、バックパックで行く方にとってはちょっとモンベルの、このダウンハガーシリーズはちょっと重たさ大きさは出るんじゃないかな
っていう風なのは思ったりはします。ただ僕は、キャンプは、絶対に睡眠が失敗すると、とてつもなく悲劇的な思い出になると思っているので、睡眠をしっかり取れる、味方というかためにモンベルのダウンハガーは、すごく良かったものの第1位に入ります。そういうことで、キャンプ歴1年の僕が買って良かった第1位は、モンベルのダウンハガーでした。はい、そういうことで、今回ねまだまだ1年弱ぐらいの、キャンプ歴、本格的にソロキャンプを始めたのがですねなんですけれども、これまでね本当に結構買ってると思います。で買って、中古で、売ってみたいなのを繰り返してきてるんで、すごくなんですかね、いろいろ使った上で、今厳選してるものが残ってるので、割とねどうせ多分いろいろ欲しくなって買い替えることになるんで、そういった意味では、他にも動画でいろいろ出されてる方とかも僕見たりするんで、そういうのを参考にされてみるのがいいんじゃないかと思いました。で、今回ランキング形式でしたんですけれども、別にその他で使ってるものとかもすごく気に入ってるものばっかですし、まだまだ紹介したいものとか、紹介できてないものとかたくさんあるので、ぜひね動画を見ていただいて、何か気になることとかあればどんどんお伝えください。できる限りね皆様のご要望というか、ご意見は参考にさせていただこうと思いますので、はい、それでは先日初めてZoom in Saturday でしたっけの春のキャンプ特集に僕のキャンプ動画の景色の部分が僕が撮影したのが地上波に載ったんですよ。でその時にねちょっと顔出し特にする予定なかったんですけれども、ちょっと実はツイッターのダイレクトメールで担当者の人とやり取りをしてて、最初ね後ろ姿の写真とかバンバン送ってたんですよ。そしたらやっぱりこういうキャンプもっとしてる感じの送ってもらっていいですかとか、最終的には顔もっとはっきり分かるの送ってもらっていいですかって言われて、もうやむなく2年前にフランスに行った時にフランスで撮った写真を送って、それが使われたっていう感じです。なのでちょっと2年前の僕なんで、あれはツイッターを見ていただければ、その動画は見れます。で、何が言いたいかというと、動画で流れている、後半のキャンプ場の動画は僕が撮影したものなんで、それはすごく嬉しかったです。はい、ちょっとね話ずれましたけど、キャンプ歴1年の僕が、これまで買ってよかった、10のアイテムということで、ランキング形式で、ご紹介いたしました。それでは、本日もタナチャンネルをご覧いただきありがとうございます。